スペースアートダンス TV へようこそ。この動画はフリースタイルのムーブを分析していきます。今回は AI で生成した楽曲でロッキンでやりました。ムーブのポイントを整理して長所や特徴を押さえ、課題点があれば浮き彫りにしていきます。動画後半ではおすすめの基礎練習も収録しておきます。フリースタイル、振り付け、基礎の3つのチャレンジコーナーを新しくスタートしていきます。振り付けの構成や基礎練習で押さえるべきポイントなど、分析と紐付けてダンスを深めていこうと思っています。皆さんのダンスライフのヒントになるような動画を目指していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタートしていきましょう。改めまして2025年もよろしくお願いします。本編に入る前に少しだけ近況報告させてください。昨年2024年の夏頃からいよいよ本格的に膝の痛みが激しくなってきて、水も溜まってしまっていたので診察してもらったところ、膝の軟骨がすり減ってしまって骨と骨がぶつかって痛みが出るとのことでした。水も注射器3本分半抜いてもらって、なんとか年末まで乗り切ったという感じでした。なんていうんですかね、老いというか時間というのはマジで残酷だなって痛感しましたけど、まだまだダンスに対してのモチベーションは燃えているので続けていきたいと思っています。また仕事にも変化があって、英語でレッスンをするという機会にも恵まれたので張り切っていこうと思います。40代のおっさんがチャレンジみたいな感じで温かく見守ってくれると嬉しいですし、頭の中にある経験が少しでも登録者の皆様にお役に立てたらいいなと思っています。話はそれましたけど、本編スタートです。今回のムーブ全体印象はバランスよくまとめたなって感じます。体全体を跳ねさせるのではなく、重心低めで重めに大きくリズムを感じています。その鈍足なボディを補うために腕のテクニックで細かいリズムを補っているというのが特徴だったと思います。特徴的なアクセントを使って音はめしているところ、メインメロディーが成分 A で止まるか成分8まで使うかというポイントを利用しているところが多かったと思います。今回は大きく3つのポイントに絞って分析していきます。1、腕の使い方。2、足の裏への体重の置き方。3、リズムのバリエーション。最後におすすめの練習動画も入れておきますので、ぜひご覧ください。膝の踏ん張りが効かないからだと思いますが、横に多く動いたり16ビートで跳ねたりする動きを避けている印象です。その分腕の使い方で補っているという感じですかね。特に肩甲骨から腕を使っているので、大きな動きじゃなくてもリズムを表現できるポイントになっているかなと思います。課題に感じる部分としては、より肩甲骨を大きく動かすことでさらに腕を大きく動かせたりするようになるなって思うのと、肩甲骨をキープする動きでシルエットにも幅が持たせられたんじゃないかなって思います。肩甲骨は6方向に稼働します。その部分について説明している過去動画を参考にしてみてください。肩甲骨の動きだったり上腕の置き方、この辺をご説明していきたいと思います。人間は腕の動き振っている時は半自動的に無意識に振っていくことが多いので、どうしてもね、この肩甲骨から関わっているんだということを普段意識しづらいという傾向があります。肩だけでこういうふうに稼働させてしまうと、どうしてもダウンやアップを入れたとしても味気ないような、そしてかっこ悪いような印象になってしまいます。これを劇的に変化させていくためには、肩甲骨を動かすということが非常に大事になってきますので、まず肩甲骨の動き方、6方向を覚えてしまいましょう。これは肩のアイソレーションでやってる方も多いと思いますので、ざっと確認していきますけれども、まずは肩は上げることができますね。はい。これを肩甲骨まで干渉させたい。肩甲骨まで干渉させたい。上げる。当然上げるがあれば、下げるがあります。下げる。下げる。今度は内転外転といって、これも肩のアイソレーションでやると思いますが、肩甲骨をこちら側に回転させていきます。はい。これが内転です。そして普通の状態から閉じるような動きをする。これが外転という動きになります。さあ、意外と盲点となってくるのが次の回旋という動きなんですけれども、上方回旋、そして下方回旋という、このように皆さんから見て円を描くような動き、肩甲骨はこのように動くこともできます。上方回旋。はい、このように動いてきましたね。そして下方回旋。回旋。はい。ちなみに挙上と火星との違いやってみましょうか。挙上、挙上。上方回旋。上方回旋。火星、火星。下方回旋。下方回旋。
微妙なニュアンスなんですけれども、これは使い分けられてた方が絶対に得になりますので、ぜひ皆様にもマスターしてほしいです。足の裏の使い方が特徴かなと感じます。運動ではつま先体重がいいと聞いたことがあると思いますが、ダンスではかかと体重でないとできないことや、かかとの方が動きやすいという場合も多々あります。特にアドリブの場合、反応速度を上げるためにも、かかと体重の方が反応速度が上がる傾向があるので、今回は対応策として選択したんだと思います。課題点としては足裏をベタで使うシーンがないのでパワー不足に感じるかなというのと、内ラインを使いたい場合はもっと大げさにできたらよかったのにと反省点もあります。足の裏の使い方はダンサーにとって非常に重要です。7つの体重の置き方についての解説動画を参考にしてみてください。内肩幅程度に立っていただいて、そして、姿勢を正してみてください。もちろん膝を曲げた状態でも同じなんですが、つま先体重皆さん利用しますよね。そしてかかとに行かなきゃいけないこと、これもありますよね。そして真ん中体重、私は虚骨体重と言っていますが、3点立ちの状態ですね。この3つです。つま先、かかと、そして虚骨体重、これらを駆使して踊ってるのは皆さんもうすでにやってらっしゃることと思います。しかしやはりこの3つの体重の乗せ方だけを意識していては、状況によっては全然できないというボディコントロールも出てきてしまうので、この3つの体重の乗せ方を7つまで増やしていきたいんです。先ほどもお伝えした3点ありましたね。押し球、小指球、かかと、これですでに3つクリアということになります。さあ、それではこの3点を2つずつラインでつないでみましょう。まずは押し球と小指球、この前の2ラインですね。この2つの点をつないだライン、つま先ラインと呼ばせてください。そして押し球とかかとをつないだ内ライン、内ラインです。さらにもう一つ、小指球とかかとをつなげた外ライン、外ラインです。さあ、これで1点で3つ、そしてラインで3つ、6つまで来ました。最後は簡単です。3点立ちの状態です。押し球、小指球、かかと、この3点をグッと掴んでいる状態、一番安定する状態ですね。これをベタ突きとかベタ着地とか略してベタって言ったりします。おおよそこの7つを駆使することによって多種多様な動きに対応がかなりできるようになると思いますので、頭の中に入れておいてみてください。今回の曲は BPM だと90の半ばぐらいだと思われますが、ロッキンだと少し遅めになります。なので16ビートのさらに倍、32ビートを利用しているシーンがありました。その辺の使い方はメロディーとのシンクロを含めてうまくいったかなと思います。他にもロッキンの特徴であるストップやグルーブ取りなども使ってバリエーションは豊富だなという印象です。強いて課題点を挙げるとしたら16ビートも見たかったなと感じましたが、スタイルとしてこういったロッキンのスタイルも最近は見るようになってきたので磨いていくのもありなのかなと思います。またアドリブではよくあることなんですが、音が鳴ってから瞬時にムーブを選択するので若干の早取り遅取りになることがあります。仕方のないことでもあるし、追求し続けることでもあり、魅力が尽きない部分でもあります。早取り遅取りについて皆さん知っていることと思いますが、解説していますので参考にしてみてください。に深掘りしていきますね。昨今デジタル化が進んできましたので、音は聞くものではなく見ることもできるようになりました。このようにゲジゲジで表されているものを波形と言います。こちらに映っている波形は先ほど流した曲、つまり各楽器が重なり合った波形を表示しているんですが、もし私たちがこの曲を作るアレンジャーだとしましょう。そうするとバスドラム、スネアドラム、ハイハットなど一つ一つ重ねていきながら音楽を作っていくわけです。その各楽器の波形を一つずつ表示してみましょう。バスドラム、スネアドラム、ハイハットクローズ、ハイハットオープン。本当はもっとたくさんの楽器を紹介したいんですが、今回はビートに限ってこの4つに絞ってご紹介させていただきます。この波形の一番広がっている部分、音が大きい部分になります。これをアタックと言います。そこから徐々に先細っていく感じになりますね。これをサスティーンと言います。私は衰退音と言います。この衰退音という言葉、私のオリジナルかもしれないので、そこだけはご了承ください。
ではアタックについて少し考えてみましょう。アタックだけを見た場合、音が一番大きいわけですから、ここをカウントの目安として私たちは数えていくことになります。1、2、3、4と数えたくなるのが音のアタック部分ですね。そしてこれを目安にダンスに変えていかなければいけません。先ほどダウンやアップのリズムをとっていましたが、このアタックに対して取るポーズをアタックポイントと呼んでいます。例えばアタックポイント、胸が深くないのでもっと深くしてって言われたら、はい、わかりましたみたいな使い方をするということです。そして音のアタックに対してアタックポイントが早く取ってしまえば早取りになるわけですよね。遅く取ってしまえば遅取りになりますし、ジャストで取れればまずは初心者クリアということになりませんか？まとめると、音のアタックに対してアタックポイントを取っていく、これが遅取り、早取り、そしてジャストの目安になってくるんです。この目安を知らないで説明をしたりとか説明を聞いたりすると混乱したり迷ってしまうということが起こってしまうので、こんな考え方を基準として考えればかなり頭も整理しやすくなるんじゃないかと思っています。それでは最後に参考基礎練習としてスキーターラビットの実践編を流します。今回のムーブではツイストタイプを利用しています。若い時はバシバシ立てて取っていましたが、ツイストタイプは足の負担がボディに分散されるので、年を取ってからはこっちの方がよく使いますね。ぜひトライしてみてください。皆さんお疲れ様でした。今回はロッキンのフリースタイルについて分析してみました。私はダンス初心者の時は本当に下手くそすぎたので、上手くなるために分析ノートを作って研究していました。その名残が今も残っているので、今後とも感じたことを動画にしていけたらいいなと思ってます。フリースタイル、振り付け、基礎と3つのチャレンジコーナーでは、踊った後にムーブを分析する動画を作っています。皆さんからこんなテクニックを利用してほしいというものがあればリクエストお待ちしています。またダンスに混ぜやすいアクロバットやフロアのステップバイステップ動画も出していこうと思っています。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではエナジー全開でダンスを様々な角度から楽しめる動画を作っていきます。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンも押していただければ幸いです。グルーブの解説動画1万回再生を突破しました。本当にありがとうございます。リズムに関してはかなり得意な方かなと思っているので、またいろいろ解説動画もアップしていきたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。